皆さんこんばんは、親かなです。すっぴんでございますみんなから普段メイクのリクエストがたくさんあったので、今日は普段メイクのチュートリアルをやっていきます。でちょっと秋めいてきたので、秋要素なんかも入れつつ、普段使ってる一群のコスメなどなど紹介していきたいと思います。では早速参ります。今ね、日焼け止めだけついてる状態です。でこれがベース、最近使ってるトム・フォードのベースでめちゃいい。すごいね、透明感みたいなのが結構出て、メイク崩れもしないし、毛穴が開いてきてポツポツ感とか粉がダマになってきた感じとかも全然なくて、すっごい綺麗なベースなのでめちゃおすすめです。見て、この愛用がすっごい使ってこれをここに出していきます。ワンプッシュだとちょっと多いかなと思うんで、半プッシュぐらい。すごいね、伸びが良くて、なんかね、ツヤ感が綺麗に出てくれるのでおすすめです。こっち塗ってある方、こっち塗ってない方なんだけど、ちょっとだけこう、なんていうの、色がつくっていうか。長くこのチャンネルを見てる人は知ってると思うんだけど、ずっとベースはあんま好きじゃなくてしない派だったんですけど、やっぱ全然違うね。なんかいいベースだったらこう重たい感じとかも出てこないし、メイク崩れも予防してくれるし、最近は絶対にベース使ってます。はい、これがベース塗り終わった感じです。次がこちら、エルメスのファンデーション。最近これすっごい好きで、薄付きでフレッシュ感があって、ツヤ感もあって、程よいカバー力もあって、でもなんか緩すぎないし硬すぎないし、絶妙なテクスチャーのファンデーションです。これすっごい好き。私が使ってるのは40番でございます。これも手の甲に、これ多いかな、こんぐらい出していきます。で最近使ってるのがこのメイクアップフォーエバーのスポンジ。ちょっと汚いね、お許しください。でこれ濡らしてます。こんな感じでトントントンとやってまいります。ファンデーションをブラシでつけるのが好きだったんですけど、なんかこのファンデーションとこのスポンジの相性がすごい良くて、すごい綺麗につくから、最近はこのコンビでやってます。もっと素肌感出したいみたいな人はブラシで塗るのがすごい綺麗だと思うし、指とかで塗っても全然綺麗につくファンデーションです。はい、これでファンデーション塗り終わりました。すっごい綺麗くない？このファンデーション。このツヤ感見てください。まだハイライトとかもしてないんだよ。すごい綺麗。しかもこんなに余りました。で次はこのクマのところを隠すのにコンシーラーしていきます。コンシーラーはこのベアミネラルズのコンシーラーがすっごい好きで、これね、結構柔らかめのテクスチャーです。ちょっとクリームファンデーションっぽい感じの柔らかさがあって、こういう色なんだけど、みずみずしくて目元乾燥してこなくてすごい好きです。これは本当にちょっとだけつけてて、このへこみが気になるところにちょっとだけ足してあげます。ほんと薄くでトントントンとしてなじませてあげます。右もやってきます。なんか仕込みハイライト的な感じで明るめのコンシーラー使ってたりとかしたんですけど、このめんどくさいなっていうのと、ファンデがすごいやっぱ綺麗だからこれでいいかなって感じです。ちょっとオレンジ味がある色なので、黒っぽい感じ、青熊っぽい感じの人とかはすごいおすすめの色だし、目元乾燥してくる人は本当になんか柔らかくてみずみずしい感じのコンシーラーなので、すごいおすすめです。次はパウダーをしてきまして、パウダーは本当にこの辺とこの辺だけ、こういうとことかは塗らないです。私が使ってるのがナーズのパウダーです。大好き。もうずーっとこれを使っていて、前まではブラシでしてたんだけど、最近はこれで結構ギュッとやってあげるようになりました。なんかすごい綺麗になるんだよね。こういう感じでパウダーをこのスポンジでギュッとやる感じ。こっちこういう風にパウダーしてるんですけど、このすごい綺麗じゃないですか、このパウダーのつき方。右も同じようにやってきます。でテカってほしくないところだけ粉はつけるようにしてます。この辺とかね、おでことかね。まあ前髪であんま見えないんで
結構手抜きですけど、おでことかは。これでベースメイクは完成しました。眉毛は今はね、これをブラッシングしまして、この間眉毛パーマかけたんでまだ残ってる感じかなと思うんですけど、眉毛上がりやすくてね、すごい良かった、やったら。でブラッシングしたらこんな感じで、次がこちらケイトのこれマスカラなんですけど、私眉マスカラに使っていて、ちょっとブラッククリアみたいな黒なんですけど、透明感のある黒で、これコーム型のタイプなので眉毛をしっかり拾ってくれて、いい感じに仕上げてくれます。で透明のマスカラよりもクリアブラックなので、ちょっとこう眉毛に存在感出してくれるのでめちゃいいです。こっちがついてる方でこっちがついてない方、ちょっと違くないですか？もともとマスカラなのでホールド力もあって、そこも気に入ってます。すごいさ、鏡に近くなっちゃう、どんどん前に行っちゃって。ほい、眉毛できました。これで眉毛も完成です。前はね結構描いたりとかしてたんですけど、今はねこれだけにしてます。次がシェーディング。シェーディングもナーズです。私このシェーディングすごい好き。こんな感じの色です。これをブラシで塗っていきます。で塗る箇所はこの頬骨のちょい下、この辺に優しく、これすごい発色がいいからすごいちょっとで済むんだけど、左だけやってみよう。そしたらすごい分かりやすいと思う。でこの顎の下も入れていって、ちょっとこう顔をヒュッてするイメージです。はい、こっちが入ってる方、こっちが入ってない方、こっちの方がさすごいなんか立体的に見えると思うんだけど、まあでもちょっと入れすぎてるかなちょい薄め。こういう微調整がねメイクには大事なんで、失敗しても直せばいいから。で右も薄く入れていきます。下もね、もうシェーディング入れる位置で全然顔の形違って見えるので、自分がなりたい顔の形ちょっと研究して練習してみるのいいと思います。こんな感じでシェーディングも完了しました。次はチーク。こちらを最近すごいハマって使っていて、あ、逆だったシドニーで買ってきたやつなんですけど、こういう練りのスティックタイプのチークです。色はねこういう色、ちょっと秋っぽい赤みのある、くすみ感もちょっとあってジューシー感もある感じの色です。これを結構上目に、この辺にトントントンとつけすぎたかな。このさメイクアップチュートリアルってほぼ毎日やってるメイクアップなのに、緊張してさやりすぎてしまう時あるのよね。なんか張り切ってまあでも大丈夫。これ指でなじませていきます。なんならちょっとこうなんていうの、クマかかるんじゃないかぐらいの高さに最近するのが私は好きです。この辺まで塗るのが結構好きかも。チークもさ位置で全然顔の形違って見えるから、これもね自分がなりたい顔の形とか印象とかに合わせて練習していくのがすごいいいと思う。ちょっとこう鼻のところにも一緒に伸ばしていきます。結構焦ったけど意外と大丈夫でした。こんな、あ、なんかここ混ざってない。まあいいか。チークこれ第1段階で、第2段階がこちらディオールのこのピンクのやつを上から薄く重ねていきます。こんなにピンクなんだけど塗るとすごい肌に馴染んで綺麗です。ブラシはこのエルメスの、あ、なんかついてる、あ、違う、このブラシはエルメスのやつを使っていきます。これすっごい塗りやすくて好きなんだよね。これをさーって感じ、さーっていきますファンデーションだけのところとチークだけっていうかチークが乗ってるところの境目をぼやかしてあげるみたいな感じで広めに塗っていきます。ほい、チークこんな感じで完成です。まあ、今リップ塗ってないからちょっとバランス悪く見えるかもなんですけど、リップ塗ったらすごいいい感じになると思います。次がここにあるほくろを
ちょっと描いて足してきます。このベアミネラルのアイブロウペンシル、これ黒なんですよ。黒いさアイブロウペンシルって意外となくて焦げ茶とかになっちゃうんですけど、これ黒でこんなにね細いペンシルだからすごい気に入ってます。こんな感じです。ほくろリップマキシマイザー塗るの忘れてたんでちょっと今塗っちゃう。これでちょっとリップをぷっくりさせます。リップ膨らましてる間にアイシャドウいきたいと思うんですけど、アイシャドウは大丈夫だったアイシャドウはディオールのこのアイシャドウです。このパレットさすっごいもう捨て色ないぐらい超便利な色だと思うんですけど、今日どれにしようかな。悩みすぎじゃんって感じだよね。ちょっと待って、これにします。今日はこれ。ブラシはシャクダの筆を使っていきます。この筆めちゃくちゃいいんだよ。シャクダの筆本当に優秀で大好き。アイシャドウは私薄めが好きなので、ちょっとアイホールからのせてこの下の方に伸ばしていく感じでいつもアイシャドウは塗ってます。すごいこのねアイシャドウも発色がいいから、ほんとちょっとだけでいいんだけど私色つくの。これ指でなじませます。筆使ってる意味って思うよね。でも指ってすごいと思うの。何でも自然にしてくれるから。右も同じくのせていきます。秋はさ服が重たくなるからさ、夏よりちょっとメイク濃くなってもバランスが取れて楽しいよね。こんな感じでアイシャドウを塗り終わりました。めっちゃいい色だねこれ。今日マスカラどうしようかな。マスカラなくてもいい気がする。マスカラしたらちょっとやりすぎ。そうね、なくていい気がする。だからハイライトちょっとキラッとさせよう。これちょっとだけのせてキラッとしてきます。この真ん中にキラキラ見えるかな。すごいちょっとしか私がのせてないの。発色すごいんだけど私がちょっとしかのせてないから、ちょっとだけ目頭キランと。はい、目元これで完成です。次がハイライト。このシャネルのなんちゃらボーム、全然違う。合ってる。ボームエサンシエルです。もうめっちゃ使ってて、もうあとこれだけしかないんだけど大好きこのハイライト。これをピンピンってして伸ばしていきます。すっごい綺麗じゃないこれ。うわーすげえ、めっちゃ綺麗。大好きこのハイライト。なんかラメみたいなのとかをいっぱいのせるより、この湿度でキラッと見せてくれるのがめっちゃ綺麗だと思う。まぶたにも塗って、まぶたすごくない？このキラキラすごくない？このキラキラっていうかツヤ。アイシャドウを塗ってこれを上から塗るとすっごいプロっぽいいい感じの目元になるので本当におすすめ。これ鼻の頭とここにも入れるとねいい感じになるんです。ほい、綺麗です。ハイライトツヤツヤ、さすがだね。最後はリップを塗っていきます。さっきのマキシマイズ1回オフしてリップペンシル、このローラメルシェのこれ何番だ、5番が自分のリップの色とすっごい相性が良くてめっちゃ気に入ってます。大きく見せるっていうよりはなんか輪郭をきれいに整えるっていう感じで私は使ってるんですけど、こっち側がねちょっとリップのラインがへこんでるんですよ。わかるかな。これとかを埋めてあげるとすごい綺麗にリップが見えるの。なんかリップライナーってちょっとひと手間でめんどくさいなって思ってたんだけど、最近さリップライナーすごい流行ってるからやってみるかと思ってやってみたらリップの印象が全然変わるのでおすすめです。これはね滑らかなんだけど程よい硬さで
それがすごいいいんだよね。こうドゥルって流れていかないから。はい、これでリップライン引き終わりました。全然形が違く見えるかなと思うんですけど、これにこちらローランメルシェのリップをのせていきます。この色なんだけど、これめっちゃいい色、秋っぽいカラーで不思議なテクスチャーなの。これセミマットっぽい感じでさらっと塗り心地はしてるんだけど、なんかパサパサしなくてすごい綺麗なんだよね。滑らかだし、これをちょっとトントントンと。すっごい綺麗じゃないですかこのリップ。ローランメルシェのこの香りすごい好き。これで完成しました。普段メイクのちょい秋寄りでございます。アイシャドウとかリップとかを今回は秋寄りな感じにしたんですけど、あとのアイテムたちは普段から使ってる一群のコスメです。本当に大好きな子たちばっかりなので、もし気になるものがあった方はぜひキャプション欄でリンク貼っておくのでチェックしてみてください。今年の秋は結構見てるとカラフルな緑とか紫とか派手な色が出ている印象で、もっとこうメイクが楽しくなるような雰囲気は出てるんですけど、普段のメイクとしてはこんな感じのメイクが、はい、私は好みかなと思います。でもカラーメイクねしてるとすっごい気持ち上がるし、新しい自分になれて、なんかね世界も違ってちょっと見えるというか、ワクワクするこうツールの一つではあるので、ちょっとカラーメイク私ももうちょっと今年の秋は挑戦しようかなと思ってます。今週も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次のビデオまでまたね。この椅子がさすごいカチャカチャ言うんだよな。大丈夫そう、これをすごいね、これ先に服ね、ちょっと洋服についちゃって危なそう。なんか気がついてんのよ、鼻の頭に。